はいどうも、ムーンベースカズです。バイクに乗っているとこんな不安ありませんか？事故に遭った時ちゃんと証拠を残せるのか、後ろから近づいてくる車を見落とさないか、タイヤの空気圧は大丈夫か、そしてスマホをナビ代わりに使っていて振動で壊れないか。こうした不安を解消しようとすると、これまではドラレコ、後方視覚検知システム、タイヤ空気圧モニター、そしてスマートモニター、それぞれ別々の製品を取り付ける必要がありました。でも今回紹介する CPMC-X6 ならこれらを1台にまとめることができます。この1台に高画質 2K ドライブレコーダー、後方視覚検知システム、タイヤ空気圧モニタリング、そして 6.25 インチのスマートモニター、バイクに欲しい4つの機能が全部入っています。しかも概要欄で紹介しているクーポンを使えばかなり手頃な価格で購入できます。でも機能が多くても実際に使えなければ意味がありません。そこで今回はこの4つの機能、本当に全部使えるのか、実際にバイクに取り付けて走りながら徹底的にチェックしました。それでは行ってみましょう。こちらが CPMC-X6 です。6.25 インチのスマートモニターです。大きすぎず小さすぎず、バイクに取り付けても圧迫感が少なく、それでいてナビも見やすいサイズです。画面性能については後ほど実装しながら詳しくチェックします。こちらはサンバイザー、かなり大きめなんで直射日光による映り込みをある程度抑えてくれそうです。物理スイッチもついています。画面のタッチをオフにしたり、モニターの電源をオフにすることができます。金属製の S 字マウントです。マウントの固定ネジは防犯タイプになっていて、工具がないと簡単には外せない構造です。こちらはリモコン、GPS もこのリモコン側に内蔵されています。電源ケーブルは2種類、アクセサリー電源に接続するケーブルと USB 電源に接続するケーブルが付属しています。自分はデイトナの D ユニットプラスから電源を取りました。そしてドラレコ用のカメラ、フロントリアともに 2K 録画に対応しています。カメラ本体は金属製で質感はかなりしっかりしています。ただカメラのマウントはちょっと華奢ですね。ドラレコのフロントカメラはフロントフォーク付近、リアカメラはナンバープレートの上に設置しました。こちらがタイヤ空気圧センサー CR1632 のボタン電池で動作します。前後のタイヤに取り付けました。起動時間をチェックしましょう。キーをオンにします。まず CPMC のロゴが表示されます。約18秒でダッシュボードが表示。約30秒でドラレコの録画がスタートしました。その後 Android Auto が立ち上がり、約50秒で地図まで表示されました。スマートモニターとしては極端に速くも遅くもなく標準的な起動時間だと思います。こちらがダッシュボード画面です。中央には速度計、左側にはタイヤの空気圧、右側にはコンパス、そして下側に各機能へのボタンが並んでいます。かなりシンプルなレイアウトなんで走行中でも情報を確認しやすいですね。空気圧表示をタップすると前後タイヤの状態や警告値の設定ができます。こちらはカメラ表示、フロント、リア、そして前後同時表示、3種類の表示を切り替えられます。こちらは音量設定、そして画面の明るさ、最大輝度は800カンデラです。こちらからカープレイと Android Auto を切り替えます。通知の表示、そして各種設定です。設定画面も簡単に確認していきます。まず BSD 後方視覚検知システムの検知感度を変更できます。ドラレコの解像度は 2K、そしてフル HD、この2種類から選択できます。携帯の音はスマートフォン側のサウンドをオンオフする設定のようです。投影設定は Android Auto などの表示レイアウト、左、右を選択するとドラレコ映像を横に表示しながら使うこともできます。こちらは言語設定。ループ録画はドラレコ映像を何分ごとのファイルに分けて保存するかの設定です。リアカメラのミラーイメージ、リア映像を左右反転する設定ですね。バックミラーのような感覚で表示したい場合は自分が見やすい方向に設定します。
スクリーンセーバー、常に画面を表示させたい場合はオフのままでいいですね。GPS 情報では衛星の受信状態を確認できます。時間設定、基本的には GPS 情報を使って自動で設定されます。日付表示、西暦や月、日の並び順を変更できます。スピードユニット、速度表示の単位を切り替えます。そして速度補正、X6 の速度表示は GPS 情報を使っているため、バイク本体のスピードメーターと多少差が出ることがあります。その場合はここで補正できます。SD カードのフォーマット、ナンバープレート表示設定、ただし日本のナンバープレート形式には対応していないようです。リセットは工場出荷状態へ戻す機能。最後にバージョン情報、現在使われているソフトウェアのバージョンを確認できます。では実際に走って機能をチェックしていきましょう。まずはダッシュボード。表示項目が少なくシンプルなんでかなりわかりやすいです。中央の速度計は GPS を使っています。バイク本体のメーターと比べると今回の環境では時速3キロ前後の差がありました。ただしこの差は設定画面から補正できます。ここからはこの X6 で一番気になっていたドラレコ性能をチェックしていきます。まずは天気のいい昼間から見ていきましょう。それでは実際のドラレコ映像です。X6 はフロント、リアともに 2K、フレームレートは 30fps で記録されます。細かな仕様を見るとイメージセンサーは Galaxy Core の GC2083、最大約200万画素クラスの CMOS センサーです。レンズは 2.0、視野角は水平140度です。ではそのスペックも踏まえて実際の映像を見ていきましょう。まずフロントカメラ、昼間なんで全体的な解像度は十分あります。前を走る車、道路の白線、標識、周囲の建物、こういった情報は比較的しっかり確認できます。ただ画質には少し癖があります。映像全体がやや白っぽく見えるんですよね。解像感そのものはあるんですがコントラストは低め、黒い部分があまり締まらないんで全体的に少し淡く眠たい絵に見えます。色味もかなり控えめです。なので 2K だからものすごく鮮やかで高画質という映像ではありません。どちらかというと事故や周囲の状況を記録するための実用重視の映像、そんな印象です。一方でいいと感じたのが画角です。このシーンを見てください。左側を走っているバイクから反対車線を走っている大型トラックまで同時に画面の中に収まっています。水平140度なんでかなり広い範囲を記録できます。事故は必ず真正面で起こるとは限りません。横から飛び出してくる車、隣の車線、交差点、こうした左右の状況まで記録できるのはドラレコとしては大きなメリットです。一方フレームレートは 30fps、 映像を見ると動きは少しカクついて見えます。普通に走行状況を確認する分には問題ありませんが、横を高速ですれ違う車など一瞬しか映らない対象についてはナンバーを捉えられるフレーム数が少なくなります。続いてリアカメラです。こちらも 2K30fps、 昼間で後ろの車が近づいている状態ならナンバープレートまでかなりしっかり確認できます。このくらいの距離であれば記録用として十分な解像度です。一方でリア映像には細かな振動があります。今回リアカメラはナンバープレートのフレーム部分に取り付けています。ここはバイクの振動がかなり伝わりやすい場所です。そのためこのブレについてはカメラそのものの性能だけでなく取り付け位置の影響も大きいです。ただし振動によって後続車や道路状況そのものがわからなくなるほどではありません。取り付け場所をもう少し振動の少ない場所へ変更すれば改善する可能性はあります。昼間の画質をまとめると、ドラレコ本来の目的である事故が起きた時に周囲の状況を記録するという意味では十分実用的な画質です。ただしナンバープレートについては別です。停止中や低速、そして車間距離が近ければ読めますが、走行中の車や距離がある車の場合確実に判別できるとは限りません。このあたりは 2K という数字だけで判断しない方がいいですね。ではさらに条件が厳しくなる夜間です。まずフロントカメラ。夜間でも映像そのものはかなり明るく撮れています。街灯が少ない道路でも白線、ガードレール、前を走る車、こういった周囲の状況はしっかり確認できます。事故が起きた場所や周囲にどんな車がいたのかを記録するという目的なら十分実用的な明るさです。ただし気になるのが強い光への耐性です。対向車のヘッドライト、
そして前を走る車のナンバープレート、ここに自分のヘッドライトが強く反射するとかなり白飛びがします。改造感自体はある程度残っていますが、光で情報そのものが飛んでしまうため、ナンバーの数字は読み取りにくくなります。また夜になると動いている車はブレやすくなります。そのためすれ違う車のナンバーを読み取るのはかなり厳しいです。続いてリアカメラです。リアも夜間としてはかなり明るく撮影されています。後ろを走っている車、車線、道路状況、こうした情報は十分確認できます。ただし後続車のヘッドライトが真正面から入るとかなり白飛びします。光の滲みやゴーストも見られます。そしてリアについては先ほど説明した通り、ナンバープレートにカメラを固定しているため、バイクの振動による細かなブレもあります。とはいえ後続車がいることや道路状況までは分からなくなるほどではありません。夜間の画質をまとめます。暗い道路でも周囲で何が起きていたのか、それを記録する性能は十分あります。ただし強いヘッドライトへの耐性、そして夜間のナンバープレート認識、この2点についてはかなり厳しいです。つまりこの X6 のドラレコはナンバーをいつでも確実に読み取るカメラというより、事故時の状況を前後ともに記録するためのドラレコ、そういう評価になりそうです。続いてかなり気になっていた機能です。後方視覚検知システム BSD です。 X6 の BSD はリアカメラの映像を解析して後方から接近する車両を検知する仕組みです。車両を検知するとモニター上の警告表示とアラーム音で知らせてくれます。感度は高と低の2段階。まず高で試してみたんですが、これはちょっと敏感すぎました。走っている車だけでなく家、壁、停車している車、こういったものにも反応してしまい、画面が頻繁に警告表示で埋まってしまいます。正直高は実用的とは感じませんでした。そこで感度を低に変更。こちらの方がかなり使いやすいです。後ろから車が近づいてきた時に警告が出るようになりました。ただし問題もあります。警告が出るタイミングにかなりばらつきがあります。まだ少し距離がある段階で反応することもあれば、ほぼ真後ろあるいは真横まで来てから警告が出ることもあります。さらに車が接近しているのに警告が出ないケースもありました。なので警告が出ていないから後ろには車がいないと判断するのは危険です。 BSD がついていてもミラーと目視確認は必須です。あくまでも後方確認を助けてくれる補助機能として使うものですね。そしてもう一つ確認したかったのが夜。この BSD はカメラ映像を使って検知するため、暗くなったら使えないんじゃないのと思ったんですが、夜でも一応は機能しました。ただし昼間より検知の精度は落ちるようで、車に反応しないことが多かったです。その点は理解した上で使う必要があります。続いてタイヤ空気圧モニターです。この機能を使うには付属の空気圧センサーをタイヤのバルブに取り付けます。まず設定画面からバインドを選択。タイヤのバルブに固定用ナットを取り付けてから空気圧センサーを装着します。うまく接続できない場合はセンサーを一度外して付け直すとうまく認識することがありました。接続されるとタイヤの空気圧、そしてタイヤ温度、この2つがリアルタイムで表示されます。さらに空気圧の加減、タイヤ温度の上限、それぞれ警告値も設定できます。では本当に警告が出るのか試してみましょう。実際に少しずつ空気を抜いてみます。画面を見ると空気圧がリアルタイムで下がっていきます。そして今回設定した値まで低下するとこのように警告が表示されました。空気圧センサーを一度外して空気を補充。再びセンサーを取り付けると正常値に戻りました。これはかなり便利ですね。特に長距離ツーリングの場合、走りながら常に前後タイヤの空気圧を確認できるのは安心感があります。最後にスマートモニターとしての性能もチェックします。今回は Android Auto で Yahoo カーナビを使いながら走っていきます。Android Auto そのものの基本機能は対応しているスマートモニターなら大きく変わりません。そこで今回は X6 ならではの画面の見やすさ、明るさ、そして操作感、この3点を中心に見ていきます。まず画面サイズ 6.25 インチです。解像度は 1560×720 ピクセル。横長でも地図の先まで確認しやすく、ナビとしてはかなり見やすいですね。画面サイズについては個人的にかなり使いやすいです。ただし気になるのが画面の明るさ。
最大輝度は800カンデラ。画面そのものは見えるんですが、真夏の強い直射日光の下ではもう少し明るさが欲しいと感じました。サンバイザーがついてるんで多少補えますが、炎天下では明るさに余裕があるモニターではありません。そして操作性、ここは少しもっさりしています。画面をタッチした後の反応、メニューの切り替え、スクロール、こういった操作でワンテンポ遅れる感じがあります。ただし一度ナビを表示して走る、音楽を再生する、こういった使い方では特に大きな問題はありませんでした。頻繁に画面を操作する人は気になるかもしれませんが、基本的にナビを表示したまま使うんであれば許容できる範囲だと思います。それでは総合評価です。 CPMC-X6 前後 2K ドラレコ後方視覚検知システム、タイヤ空気圧モニター、そして 6.25 インチのスマートモニター、これらが全部1台にまとまっている。ここがこの製品最大の魅力です。ただし今回実際に使って分かったように全部の機能が完璧というわけではありません。ドラレコは昼間なら周囲の状況を十分記録できますが、夜間のナンバー判別や強い光への耐性には弱さがあります。 BSD も便利なんですが、検知タイミングにはばらつきがあります。スマートモニターも炎天下ではもう少し明るさが欲しい、操作も少しもっさりしています。こういった弱点はあります。でもそれを含めてもドラレコ、後方確認、タイヤ管理、そしてナビ、ライダーが欲しい4つの機能をこれ1台にまとめられるのは非常に便利です。特にこれからスマートモニターもドラレコも全部揃えたいっていう人、そしてできるだけ機器を増やさず1台にまとめたいという人にはかなり魅力的な選択肢だと思います。逆にドラレコのナンバー撮影を最優先したい、 BSD に自動車並みの正確さを求める、炎天下でも非常に明るいモニターが欲しい、こういう方はそれぞれの機能に特化した製品も含めて比較した方がいいと思います。はい、ということで今回は多機能なスマートモニター CPMC-X6 の紹介でした。今回の動画がオートバイの不安解消の参考になれば嬉しいです。よければぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。それではまたご安全に。